19世紀のロシア、荘厳な自然に囲まれたこの地に根を下ろすカラマーゾフ家は、その創設者であるフョードル・パブロビッチによって名を馳せました。彼らの物語は、19世紀のロシア社会に根ざしており、家族の運命は時の流れとともに織りなされていきます。家族の家長であるフョードル・パブロビッチは、賭け事や女性との交友に明け暮れる放蕩な生活と、自らの子供たちに対する深刻な無関心で広く知られています。この自己中心的な態度は、彼の家庭内での複雑な関係に影を落としています。ドミートリーはカラマーゾフ家の長男で、生まれ持った魅力と活力で周囲を引きつける存在です。しかし、彼の心は深い葛藤で揺れています。一方で、彼には堅実で理想主義者の婚約者カチェリーナがおり、彼女は彼の生活に安定と真摯な愛をもたらします。一方、社交界で魅力的と評判のグルーシェンカとの関係も持ち、彼女はドミトリーの情熱的な側面を刺激します。この二つの異なる女性との関係が、彼の内面の戦いをさらに複雑にしています。ドミートリーが父親の家を訪れ、彼の遺産をめぐる金銭的な問題について詰め寄る。母の残した金をどうした？お前はその金を自分の愚かな遊びにすべて使い果たしたのか？私の権利を無視して。フョードル・パブロビッチは笑いながら。おう、その金は君の母が私たちの愛の証としてくれたものだ。君が心配することはない、すべては計画通りだ。ドミートリーはフョードルの答えにさらに憤り、彼の責任感のなさと自己中心的な振る舞いに対する不満が爆発する。ドミートリーの怒りは単なる金銭問題以上のもので、父への長年の不信感と裏切り感が煮えたぎっている。この深い裂け目は、カラマーゾフ家の悲劇の核心を形成している。お前がその金をどう使ったか知っている。グルーシェンカにちやほやして、彼女を手に入れようとしているんだろう。フョードル・パブロビッチが、ドミトリーの非難を嘲笑いながら否定する。グルーシェンカは賢い女だ。彼女が誰を選ぶか、それは金ではなく、もっと魅力的なものによるだろう。グルーシェンカの存在がこの不死の関係に深く絡んでいる。彼女はただの通行人ではなく、すでに家族の運命に大きな影響を及ぼしている。次男のイワンは無神論者で、幼少期から勉学に優れ、知識人的な性格と哲学的な思考を持ち、家族の問題からは距離を置く。三男のアリョーシャは精神的な安寧を求め修道院へ。修道僧としての信仰心が厚く、人々との関わりに真摯に向き合う。長老ゾシマとの出会いが彼の人生に新たな方向を示す。スメルジャコフは、カラマーゾフ家の料理人であり、フョードル・カラマーゾフの私生児と噂されている。彼は、哲学者の思考を持つイワンを崇拝している。私はこの家で何者でもない。ただの道具として扱われ、それでいて、父には恥じられている。私には、何の権利もないとされている。でも、私も、カラマーゾフ家の血を引いている。私にはこの家での地位が当然にあるはずだ。彼らに、私の価値を見せつけてやる。長老ゾシマは、カラマーゾフ家の金銭問題を調停するために、カラマーゾフ家を修道院に呼びますが、フョードルと息子ドミトリー間の深い対立により、会議は一気に緊張が高まり、和解の望みは遠のいていきます。修道院の会議室が空になった後、長老ゾシマは、私たちの試練は、神の意志を知るためのものです。怒りや憎しみは、その声を聞くことを難しくしますが、許しは心を開く鍵です。疑いは知識の始まりですが、心を開くことで、真の知恵が得られます。カチェリーナはドミトリーとの関係についてイワンに相談する。彼女はドミトリーへの愛が彼女自身の理想とどれだけかけ離れているかに苦しんでいることを明かす。彼女は自己犠牲と高潔さの象徴であり、複雑な感情を内に秘めています。ドミトリーへの愛は私を消耗させます。彼は情熱的で、私の心を揺さぶりますが、
それは時として破壊的です。愛を通じて真実を見つけることができるのだと信じたいです。あなたの理想とする愛の形は、この世界で本当に実現可能だと思いますか？カチェリーナ、あなたがどの道を選んでも、私はあなたを支持します。あなたの幸せが何であれ、それを見つける手助けをしたいです。イワン、あなたとの会話は私に新たな視点を与えてくれます。ドミートリーのアパートメントで、ドミートリーがアリョーシャに対して、グルーシェンカへの強い感情とフョードルとの遺産をめぐる対立について語る。アリョーシャはドミートリーに冷静になるよう説得し、解決策を模索しようとするが、ドミートリーは感情が高ぶっている。彼女を誰にも渡したくない。だが、父はその財産で彼女を手中にしようとしている。アリョーシャ、君には大切な役割を頼みたい。カチェリーナに伝言を届けてほしい。彼女にふさわしいのはイワンだと伝えてくれ。アリョーシャが驚きながらも、ドミートリーの言葉の重みを感じ取る。ドミートリーのこの決断は、彼自身の感情的な苦悩と、カチェリーナへの深い愛と尊敬が交錯する複雑な心情から来ている。彼はカチェリーナが幸せになることを望んでおり、それが彼自身とは別の未来を意味するかもしれないと理解している。アリョーシャが矛盾する感情を抱えつつも、ドミートリーの頼みを受け入れる。ドミートリー兄さん、私はあなたの望み通りにする。しかし、これが本当にあなたとカチェリーナのために最善だと信じているのですね。ドミートリーが突如として父親の屋敷に乱入し、フョードルを暴行する。彼の怒りは父親に向けられ、手に負えないほどに激化します。フョードルの家を去る際、彼に対して死の脅迫をする。この脅迫は、後の悲劇の前兆となる。ドミートリーがグルーシェンカの住まいを訪れ、二人が一緒に過ごす様子が映し出されます。彼らの関係は、表面上は親密に見えるものの、その根底には不安定さが潜んでおり、この微妙なバランスが彼らの相互作用に緊張感をもたらしています。あなたは私を愛していると言うけれど、あなたの愛は自分の欲望から来ているのよ。ドミートリーが自分の感情を認めつつも、グルーシェンカへの依存を深めていく。グルーシェンカは、妖艶な美貌を持つ奔放な女性。ドミートリーとフョードルのどちらともが夢中になっているが、どっちつかずの態度を崩さない。かつては清純な娘で、婚約者に捨てられた過去がある。グルーシェンカの魅力と計算高さが、ドミートリーをさらに翻弄します。アリョーシャが伝えたドミートリーの伝言により、カチェリーナは深い葛藤に直面しました。ドミートリーがイワンこそが彼女にふさわしいと言っていることを知った彼女は、自分の気持ちと向き合うことを余儀なくされました。この出来事の後、カチェリーナは内面的な変化を遂げました。彼女は自分の心の声に耳を傾け、自己探求を始めました。彼女はドミートリーとイワンの間で揺れ動き、自分の幸福と愛について真剣に考えました。ある日、アリョーシャはあることを耳にしました。彼の兄、ドミトリーがスネギリョフという人物に対して公衆の場で侮辱を加えたというのです。この行為は、スネギリョフ家に重い影を落とし、その名誉を傷つけました。息子のイリューシャも学校で馬鹿にされ、いじめの対象にされた。この知らせに心を痛めたアリョーシャは、何とかしてこの家族の苦痛を和らげようと決心します。彼は、自らの行動がどれほど小さくとも、この家族にとっては大きな支えとなることを信じています。アリョーシャは、スネギリョフ家が直面している困難についてさらに詳しく知るために、地域の知人から話を聞きます。スネギリョフの奥さんはずっと体調が悪く、息子のイリューシャも病弱で、学校でいじめられてる。お金もなく、苦労が絶えない状態です。アリョーシャはスネギリョフ家の悲惨な状況を知り、何かしらの助けを提供したいと強く願って、スネギリョフ家を訪れます。アリョーシャが丁寧に挨拶し、彼の家族のために何かできることはないかと尋ねる。スネギリョフが疑心暗鬼になりつつも、少し話を聞くことに同意する。アリョーシャが封筒に入ったお金をスネギリョフに手渡す。
お父さんの苦労を少しでも和らげたいと思っています。これを受け取ってください。これは兄のドミートリーからのものではありません。私からの心からの助けです。受け取ってください。なぜ俺たちのために、いや、こんな金はいらん。こんな金で何が解決するというのか。帰ってくれ。スネギリョフが一瞬喜びを見せるが、突然顔色を変え、急に封筒を地面に叩きつけ、激しく踏みつける。スネギリョフは、アリョーシャからのお金を拒絶した後、混乱と感情の渦中で息子イリューシャと向き合い、イリューシャを抱きしめる。イリューシャが父の悲しみと怒りに動揺しながらも、父を慰めようとする。許してくれ、息子よ。お前にもっと良い人生を与えられなくて、本当に申し訳ない。お前のような息子を持てたことが、この私の唯一の救いだ。お前の純粋な心が、私を支えてくれるんだ。パパ、僕はパパがいれば、他に何もいらないよ。パパが一緒なら、僕は幸せだよ。僕たちはいつも一緒だから。穏やかな夜、アリョーシャはイワンとレストランで再会します。この再会が重要な哲学的対話へと発展することを彼はまだ知りません。話があるんだ、アリョーシャ。重要な話だ。私はもう耐えられない。この世界、神が作ったというこの世界が、どれほどの苦痛に満ちているか、私はそれを受け入れられない。イワンは深刻な面持ちで、自らの信念と神に対する反逆の思いをアリョーシャに打ち明けます。自分が創作した物語、大審問官をアリョーシャに語り始めます。この物語は、イエスと権力の象徴である大審問官との対決を書いています。イワンが物語の概要を語り始めます。舞台は16世紀のスペイン、セビリア。イエス・キリストが地上に再臨し、人々を癒し、奇跡を行います。しかし、彼の行動はすぐにスペイン異端審問のリーダー、大審問官によって注目されます。大審問官はイエスを逮捕し、夜に彼を訪れて一連の対話を行います。大審問官はイエスに対して、彼の教えが人類に自由意志をもたらしたことが、実は苦悩の源であると告げます。大審問官によれば、人間は自由を管理するには弱すぎ、真の幸福は、権威と秩序に従うことによってのみ達成されると主張します。彼は、キリストが拒絶した権力と誘惑を受け入れ、人類のために幸福を計画しようとしていると語ります。この一方的な対話の中で、大審問官はキリストに、人間が真の自由を望まないこと、教会が彼の教えを歪めてでも、人間を導く新しい力となったことを説明します。そして、イエスに対して、もはやこの世界に介入する必要はないと警告します。最終的に、大審問官の長い説教に対して、イエスは何も言わずに彼に接近し、唇にキスをします。この行為によって深く動かされた大審問官は、イエスに二度と戻ってこないよう命じますが、彼を解放します。このキスは、非常に象徴的で強力な意味を持っています。大審問官が述べたような冷酷で計算高い世界観とは対照的に、イエスのキスは、無条件の愛、慈悲、そして許しを象徴しています。キスには言葉を超えた力があり、大審問官の心に深く突き刺さり、彼の感情を揺さぶります。キスが与えた影響により、大審問官は感動し、混乱するとともに、イエスに二度と戻ってこないよう命じますが、彼を解放する決断を下します。それは、許しの力、そして愛の力を示しているのかもしれないね。兄さん、君の話を聞いて、多くを考えさせられたよ。また話そう。ゾシマは長老として多くの人々に影響を与え、彼の教えが広まりました。長老ゾシマは、広間に集まった人々に向けて説教を行います。彼の言葉は、罪と許しの重要性に焦点を当てています。私たちの罪は決して孤立して存在しません。一人一人の罪が集まって大きな流れとなり、
私たち全体の運命を形作っていくのです。だからこそ、他人を許すことは、自分自身を許すことにつながります。真の許しは、自分自身の罪を認めることから始まります。そして、他人の罪も同じように理解し受け入れることです。この世は苦しみに満ちています。しかし、その苦しみを通じてこそ、神の慈悲と許しの深さを知ることができるのです。生涯を通じて多くの人々に影響を与えたゾシマ長老が、人生の最後の時を迎えています。弟子たちが部屋の周りに静かに集まり、祈りを捧げます。ゾシマが弟子たちに最後の言葉を語りかけます。私の愛する子たちよ、私たちの生は短く、苦しみに満ちているかもしれませんが、それぞれの瞬間には神の愛が宿っています。互いを許し、愛し続けなさい。ゾシマ長老が静かに息を引き取ります。ゾシマ長老がこの世を去るその瞬間、彼の教えは永遠のものとなります。グルーシェンカは、アリョーシャにぜひ会いたいという伝言を届けます。アリョーシャとグルーシェンカの初対面は、アリョーシャにとって予期せぬ展開をもたらします。グルーシェンカの率直で生き生きとした性格は、アリョーシャの抱える悲しみと混乱を一時的に和らげ、彼に新たな希望の光を見出させます。二人の間の会話は、互いの苦悩を共有し理解し合う過程を深め、意外なほどの親近感を芽生えさせます。アリョーシャ、あなたはなぜこんなにも悲しそうなの？人はみんな試練を乗り越えなければならないのよ。グルーシェンカさん、私は信仰を持っていましたが、長老の死とその後の出来事によって、すべてが揺らいでいます。私も過去に多くの過ちを犯してきました。でも、あなたと話していると、何かが変わる気がするの。もっと教えて、どうしたらよいのかしら。アリョーシャの純粋で真摯な態度は、グルーシェンカの心に深く響きます。彼女は自分の過去の行動と現在の選択を見つめ直し、アリョーシャの存在が彼女自身の霊的な救済への道を照らし出すことを実感します。この夜、彼女は自己の救済への第一歩を踏み出し、アリョーシャへの信頼と友情を深めていきます。私たちはみんな過ちを犯すことがあります。しかし、それを乗り越え、より良い自分になるためには、許しと理解が必要です。アリョーシャ、あなたの言葉に心が洗われるわ。私も新しい人生を歩み始めたい。私たちの友情は、お互いを高め、支え合うことで、新しい道を開くでしょう。夜の帳が下り、ドミートリーは自室を行き来しながら、焦りと絶望で頭を抱えています。彼の心は、重い負担に押しつぶされそうになっています。カチェリーナは、自身の妹が困窮しているためにと、ドミートリーに3000ルーブルを託しました。しかし、ドミートリーはその金の一部を使い、残りを返す計画がうまくいかず、金銭的に窮地に立たされています。どうしたらいいんだ。カチェリーナから借りた金、3000ルーブルを彼女の妹のためにと預かったその金を、一部を使ってしまった。彼女には何も言えないままだ。このままでは盗っ人と同じだ。グルーシェンカのために何とかして金を作らなければ、しかし、最初にカチェリーナの借金を清算しないことには、自分を許せない。だが、グルーシェンカだけは失いたくない。ドミートリーがグルーシェンカの家に到着すると、彼女は家にいない。彼女の元婚約者が突然町に戻ってきたという情報が彼女に伝わり、彼女はその人物に会いに行く決断をします。これは彼女が過去の感情的なつながりを断ち切るため、または彼女自身の感情を確かめるための行動。ドミートリーは怒りに駆られて父フョードルの家へ向かいます。彼は父がグルーシェンカと結婚することを恐れ、その思いが彼の行動をエスカレートさせます。ドミートリーは窓越しに父の姿を探しますが、代わりに何かしらの動きを感じ取ります。状況の混乱と彼の内面の苦悩が彼を不安定な行動に駆り立てます。この家が、すべての不幸の根源だ。父よ、
お前がすべてを台無しにしたグルーシェンカはどこだ。父の罠に落ちてはならない。ドミートリーは、ついにグルーシェンカの居場所を突き止めます。グルーシェンカ、私はお前が必要だ。ドミートリー、私は迷っていたの。でも、あなたのことを忘れることはできなかったわ。突然、警察が現れ、ドミートリーに逮捕状を突きつけます。彼は父の殺害容疑で逮捕されるのです。ドミートリー・カラマーゾフ、あなたは父親殺害の容疑で逮捕されます。何を言っているんだ。私は何もしていない。夜が深まる中、静かな町に突如として起こった悲劇、フョードル・パブロビッチの死の知らせが広まります。彼の豪邸からは血の跡と争いの痕跡が発見され、一帯は騒然となります。事件の直後、ドミートリーは街中で大金を持っているところを目撃されています。この状況は警察を直ちにドミートリーの元へと導き、彼は緊急に逮捕されます。捜査が進む中で、フョードル・パブロビッチがグルーシェンカに渡すために隠していたはずの3000ルーブルが消えていることが判明します。この事実が、ドミートリーに対する疑惑を一層深めます。ドミートリー、お前がその金をどこで手に入れたのか説明してもらおう。お前の父が殺された直後になぜそんなに多くの金を持っていたんだ。フョードル・パブロビッチの家からは、彼がグルーシェンカに用意していたはずの金が見つからない。ドミートリー、お前がその金を持っていたという証拠が増えただけだ。誤解だ。その金はカチェリーナからだ。彼女の妹を助けるために私に託された。私は盗んでなどいない。彼女がその証明をしてくれるはずだ。私は半分は使ったが、残りは彼女に返すつもりだった。事件当夜、スメルジャコフは病気を理由に床に伏せていました。スメルジャコフ以外に家にいたのは使用人のグリゴリーとその妻のみであり、そのアリバイがドミートリーに対する疑いを一層強めます。捜査が進む中で、ドミートリーが父フョードルの家を訪れたとされる証拠が次々と見つかります。彼の靴からはその家の庭の土が付着しており、また、現場近くで彼のものと思われる手袋が発見されます。スメルジャコフはその夜、発作で動けない状態だった。つまり、犯行に関与する可能性は極めて低い。お前の靴と手袋からフョードルの家の痕跡が見つかった。これについて何か言い訳はあるか？スメルジャコフが何を言ったのか知りませんが、私は無実です。彼の言葉だけで私が罪を着せられるのですか？私はそこにいた。でも、誰かを殺すためじゃない。金を求めていただけだ。証拠が積み重なる中、ドミートリーはついに正式に殺人の罪で起訴されます。法廷での審理に向けて、彼は勾留され、厳しい現実に直面します。獄中のドミートリーは、自らの運命を嘆きながらも、真実が明らかになることを願っています。彼は支持者たちに手紙を書き、自分の無実を訴え続けます。カチェリーナ、私を信じてくれ。私はその夜、何もしていない。真実が一日も早く明らかになることを祈るだけだ。裁判を待つドミートリーは、厳重な警備の下で刑務所に送られます。彼の未来は不透明で、多くの人々が彼の運命について囁きます。ここに登場するのはコーリャ、年齢は14歳。彼は自分の知識と基地に富んだ発言で知られる少年。頭脳明晰で、学業成績も優秀。ドミートリーに侮辱されたスネギリョフの息子のイリューシャは、コーリャのクラスメートである。コーリャはクラスのリーダー格で、イリューシャをみんなで仲間外れにした。このことを知ったアリョーシャが少年たちと話し合い、アリョーシャの優しさと理解が、徐々に少年たちを和解へと導きます。特にコーリャは自分の行動を反省するきっかけを得ます。アリョーシャはみんなに、人は誰でも間違えることがある。大切なのは、その後どう向き合うかだよ。コーリャはアリョーシャに、
僕はこの社会のシステムがすべて間違っていると思ってた。でも、アリョーシャ、お前と話していると、何かが違う気がするんだ。こりゃ。人は自分の世界を築くことができるんだよ。大切なのは、理解と愛、許しの心を持つことだ。試練を乗り越え、少年たちは真の友情を築いていきます。医師から伝えられる秘宝、イリューシャの病は回復の見込みがないという厳しい現実に。スメルジャコフは、イワンの哲学に興味を示し、かつて、イワンに対して自分の考えや哲学を語ったこともあります。イワンは父親の不可解な死の真相を求めて、スメルジャコフに質問を詰めます。スメルジャコフは、はい、私がやりました。痙攣を装ってみんなを欺き、その隙にヒョードル様を殺害しました。そして、金も盗みました。イワン様、あなたが教えてくれたからです。神がいなければ、すべてが許される、と。あなたの言葉が私に勇気を与えました。この家に正義をもたらすため、そして私がこの家の一員であることを世に示すために、私は行動を起こす必要がありました。スメルジャコフはフョードル・パブロビッチの初出の息子であり、彼の存在は家族にとって便利な秘密に過ぎませんでした。彼の人生は別紙と無視の中で過ぎていき、彼の心には徐々に復讐の念が芽生えていきます。イワンとの会話で、神がいなければ、すべてが許されるという言葉が彼の行動の正当化となり、最終的に彼は犯行に及びます。スメルジャコフの告白を受けて、イワンは自らの哲学的な思考が実際の殺人を引き起こしたという事実に直面します。彼の罪悪感は彼を追い込みます。私の考えが、実際に人を死に至らしめたのか、私の哲学が、こんな悲劇を生んだとは。どうすればいい？この罪をどう受け止めればいいのだろう。イワンの精神が崩壊し始める中、彼の前に悪魔の姿をした幻覚が現れます。この悪魔はイワン自身の矛盾した思考と哲学を映し出しています。悪魔はイワンに、なぜそんなに苦しむのか、イワンよ。お前の理論は正しかったではないか。神がいなければ、すべてが許される。お前自身がそう言った。逃れることはできない。お前が何をしようと、結局はここに戻ってくる。お前の疑念、お前の罪、すべてがここにある。お前の選択が今のお前を作った。消えてくれ、お前は私の幻だ。私の心の弱さが生んだ産物だ。イワンは精神的に不安定な状態にありますが、アリョーシャのニュースはイワンにとってさらなる衝撃となります。イワン、話さなければならないことがあるんだ。スメルジャコフが、彼が自分の命を絶った。なんだって。スメルジャコフが死んだだと？でも、彼は全てを知っている唯一の人間だった。兄さん、それがどういう意味かは分かっているけど、今は落ち着いて、一緒にこの事実を乗り越えよう。イワンの状態はさらに悪化し、彼の言動はますます尻滅裂になります。アリョーシャは兄の精神的な状態に深い衝撃を受けます。ドミートリー・カラマーゾフの裁判が始まります。被告席にはドミートリーが座り、彼の運命を左右する裁判が開幕します。イワンが証言台に立ち、彼の証言は裁判の流れを一変させる可能性を持っています。検察官は、イワン・フョードロビッチ、あなたはお兄さんのドミトリーが犯人だと考えていますか？いいえ、実際の犯人はスメルジャコフです。彼がすべて計画し、実行したのです。私はこれを証明する証拠は持っていませんが、彼との対話からその結論に至りました。イワンが証言台で証言を始めると、彼の精神状態の不安定さが顕著に現れます。彼の言動は次第に尻滅裂になり、裁判の進行に混乱をもたらします。イワンは叫びながら、いいえ、違う、私は何も知らない。悪魔が
悪魔が私の中にいる。あなたたちは理解していない。すべてが許される、神はいない。静かにしてください、フョードロビッチ氏。ここは裁判所です。秩序を守りなさい。警備員が近づいてイワンを支え、警備員に連れ出されます。カチェリーナが証言台に立ち、彼女の証言がドミートリーにとって非常に不利なものになります。彼女は、ドミートリーが父を殺害すると酔った勢いで述べた手紙を提示します。この手紙の内容を説明してください。これはどのような状況で書かれましたか？この手紙はドミートリーが私に送ったものです。彼はその中で、自分がどれほど父を憎んでいるか、そして彼を殺すことを考えていると書いています。カチェリーナは突然、情熱的にイワンを擁護し始めます。彼女はイワンとの関係と、彼が精神的に不安定であることを理由に、ドミートリーの行動を擁護します。イワンは精神的に非常に不安定であり、彼の言動は常に一貫性がありません。ドミートリーが手紙で述べたことは、一時的な感情の爆発であり、実際に行動に移す意図はありませんでした。私たちはその点を考慮すべきです。カテリーナは長い間、ドミトリーとの関係で犠牲を払い続けてきました。彼女の愛は深いが、それに伴う苦悩もまた深いものがあります。ドミトリーに対する彼女の愛情は、時として彼の乱暴な行動や不安定さによって試されてきました。手紙を裁判で提示することにより、カテリーナはドミトリーが自分をどれだけ傷つけても、彼女がまだ彼をどれだけ愛しているかを示そうとします。しかし同時に、彼の暴力的な傾向に対する証拠として、彼女自身の苦悩と犠牲を公にすることで、彼からの一定の距離を確保しようともしています。裁判が進むにつれ、カテリーナはドミトリーに対する公の場での非難に対して罪悪感を感じ始めます。彼女は彼の行動を擁護することで、彼との関係を再評価し、彼への愛を再確認します。彼女の行動は、ドミトリーへの深い愛と、彼が犯した過ちへの理解を求める観客に対する彼女の訴えとなります。検察官が情熱的な最終弁論を展開し、ドミートリーの有罪を強く主張します。裁判のクライマックスに、ドミートリーの弁護士が立ち上がり、彼の無罪を懸命に訴える最終弁論を始めます。この弁論は、裁判所内の全員の心に響くものとなります。皆様、私の依頼人ドミートリー・カラマーゾフは、確かに多くの過ちを犯してきました。しかし、人間としての心を持ち、真実の愛と苦悩を経験しています。この手紙が彼の本心を示すものだと即断することはできません。愛のために苦しみ、そして時には愚かな行動をとることもありますが、それは私たち全員に共通の人間の弱さではないでしょうか。彼の心情を理解し、彼の行動の背後にある真の動機を見極めることが、私たちに求められています。ドミートリー・カラマーゾフは父を殺したわけではありません。彼の行動は、時として極端で不可解なものでしたが、それは彼が置かれた過酷な状況と、彼の情熱的な性格から生じたものです。弁護士の言葉は、陪審員たちの心に深く響きます。彼の言葉には、ドミートリーの人間性と彼が直面した試練に対する深い理解が込められており、ただの弁護を超えた人間への深い慈悲と理解を呼び起こします。陪審員たちが判決を下します。ドミートリーは有罪と判決され、その瞬間、裁判所内には重苦しい空気が流れます。ドミートリーの有罪判決が下された後、関係者たちがそれぞれの思いを胸に裁判所を後にします。ドミートリーの厳しい刑が実行される前に、彼の家族と恋人は彼の逃走を計画しています。この計画は危険を伴いますが、彼らはドミートリーの自由を取り戻すために必死です。イワンとカチェリーナは刑務所の訪問室を訪れ、イワンはドミートリーに。計画はすでに進行中だ。警備員たちとの交渉もほぼ完了している。大丈夫、
僕たちはきっと成功する。私は必要な資金をすでに用意しているわ。あなたがこれ以上苦しむことはないようにするために、何でもするわ。刑務所の訪問室で、ドミートリーとグルーシェンカは彼らの未来について話し合います。彼らはアメリカでの新生活を計画しており、いつかロシアに戻ることを夢見ています。アメリカに行って、新しい始まりをしよう。土地を耕し、数年間は静かに暮らすの。そして、事態が落ち着いたら、アメリカ人としてロシアに戻るのよ。グルーシェンカ、君とならどこでも生きていける。ロシアを離れるのは辛いが、君がいるならば、それも乗り越えられるだろう。ドミートリーが過酷な環境、ストレスで病気になり、カチェリーナが彼を訪れます。これまでの誤解と苦痛を超えて、お互いに向き合う時間が訪れました。カチェリーナ、本当に来てくれてありがとう。私の過ちを許してほしい。お前にとっての苦しみの原因を作ってしまった。私も謝らなければならないことがあるわ。裁判であの手紙を使ったこと、それがあなたをさらに傷つけたかもしれない。今、この瞬間だけは、お互いを心から愛し合おう。私たちはもう別々の道を歩むことになるかもしれないけれど、この一瞬だけはお互いを信じて、愛を持って接しよう。小さなイリューシャの葬儀が行われ、学校の友人たちが集まります。イリューシャを思いながら、アリョーシャが感動的なスピーチを行います。彼の言葉は、少年たちの心に深く響きます。みんな、今ここで互いに結ばれた絆を忘れないでください。イリューシャの思い出を心に留め、彼のように勇気と友情を大切にしましょう。私たちはいつかまた会う日が来るまで、この絆を胸に生きていくんだ。愛することの大切さを、この石の前で誓い合いましょう。私たちが互いに示す愛こそが、この世界をより良い場所にする力になる。だから、悲しみの中にも希望を見出し、互いを支え合い、そして愛し合い続けるのです。キリストが私たちに約束した復活の日には、すべての涙が拭われ、私たちは再び一緒になることができる。その日まで、この瞬間を心に刻み、永遠に忘れないでください。アリョーシャの言葉に感動した少年たちは涙を流します。彼のスピーチは、彼らの心に永遠の記憶として残り、お互いを愛し続けることの重要性を彼らに教えます。イリューシャの葬儀が終わりに近づき、参列者たちが散り始める中、コーリャはアリョーシャのそばに止まり、心に秘めていた思いを打ち明けます。アリョーシャさん、僕も、ドミートリー兄さんのように、何か大切なもののために生きたいんです。彼は、たくさんの間違いを犯しましたが、彼の生き方には何か、燃えるようなものがありました。それは素晴らしいことだよ、コーリャ。人生には多くの道があるけれど、本当に価値のあるもののために何かを犠牲にできるなら、それはとても意義深い生き方だ。ただ、犠牲とは必ずしも大きなものである必要はなく、日々の小さな選択や行動で示されることもあるんだ。イリューシャの葬儀後、参列者たちは集まります。悲しみを共有し、互いを慰め合う場となります。アリョーシャはみんなに、みんな、今日ここにいることができて、本当に嬉しい。イリューシャは私たちの心の中で生き続ける。イリューシャのように、勇敢で思いやりのある人間でいよう。私たちの友情をこれからも大切にしよアリョーシャの言葉に触発された彼らは、絆と友情の大切さを改めて確認します。少年たちは、はい、アリョーシャ。私たちも約束するよ。お互いを忘れず、いつも心に留めておく。それから、少年たちは一同元気に、カラマーゾフ万歳と叫びました。